山中恵美子さん、当時11歳。爆心地からおよそ 1.4 キロ離れた加古町で被爆。その瞬間は頭の上に太陽が落ちてきたのかと思うほどでした。倒れた建物の下敷きになりましたが、親切な男性に助けられ懸命に逃げ帰りました。さまざまな病気で苦しみ、差別も経験した山中さんは、こうして語ることが私の使命。全世界の指導者に広島に来てほしいと語ります。はい、江場南だからお家にいました。実家にいました。そこから朝眼科に行って済ませて、お昼頃にもう疎開先に帰る予定だったんですけども、三宅の眼科行くために住吉橋を渡ったところでなぜかその時下駄を履いてたんですね。でその下駄の鼻緒が切れたからハンカチをちぎって告げようとしたら、工場から工場の中からおじさんが出てきて「暑いのにここで花を告げるんだったらこれあげよう」って朝日もくださったんですよ。で告げようと思ったら「工場の中入って震災」って言われたから「ありがとう」言って工場の中に入って建物の事務所みたいなところに入って朝日もいただいて告げようとこう下を向いた瞬間ぐらいに一瞬ピカッと本当に頭の上に太陽が落ちてきたのか火の玉が落ちたのか、その光でもう何も見えなく、その瞬間からもう空気がうわーっと爆風ですよね。空気がわーっときてもうほっと吐き出せなくって、もう息ができないってもう吐こうと思っても吐き出せないってそのまま気を失った一瞬の出来事でした。だから私はピカッと光ってもう爆がもう空気いらんと思ったからもう何も分かりません。で周りがざわざわっとするような感じではっと我に返り「助けて助けて」ってなんか必死で叫びました。そしたらそこに足元だけが軍靴とゲートルって当時足にゲートル包帯の大きいのみたいなのをバッと巻いたのがボロボロで前掛けをかけたおじさんが「どこじゃどこじゃ」って声をかけてくださったんですよ。で「助けて助けて」言ったら瓦礫を抜けて手を差し伸べてくださったんですよ。でその手を持ったらずっとこう皮が滑ってで指と指を引っかき出して引っ張り出してもらいました。もうおじさんだったんですけども、助け出された時に「ありがとう」っていう「あよかった」って思うことでありがとうのお礼も言わないし、前掛けをかけたおじさんだったんだけども、考えたら胸の皮がやけどでずるっとむげてそれが前掛けに見えた。外の状況がどうだったとかじゃなくって助け出されても一体自分がどこに何がどうなってるのかわからないんですから、どうしようお家に帰らなきゃって一番最初に
母にお家に帰らなきゃって思ってもどこにいるのかやっぱり見当もつかないし、どうしよう思った時にもう足はすでに住吉橋を渡ろうかな下ろうかなと、そんな考える余裕もなく、もう足はどんどんと川の下手に向かって刑務所の方に、吉島刑務所の方に向かって走ってたら、助け出された時まだね火は燃えてませんでした、加古町。私が出された時には。ただそこに見えたのは母色というのか、埃が立った暗さというのか、ぼーっとした感じで、ただこんな人が半分裸の人とか、ふらふらと歩いてる人とか、小走りの人が、異様な人が、頭は爆発したような異様な人が動いてる姿が見えて、だんだんと見えてきて、自分も走り出した途端に火がわっとついて、もうその火の手に巻き込まれまいと思って必死で刑務所の方に向かって走った。ただ本当に全部一瞬の出来事で、住吉橋を渡ろうかどうしようかって思ったと思うんですけども、とにかく足が勝手に下手に向かって走ってた。もう必死で火の手に巻き込まれまいと思って、もう必死で走っていって、火の手が追いかけてこなくなったんで、ああよかった、巻き込まれんでよかったって何にも考えてなくって、ただ巻き込まれなくってよかったと思って、そこで再び気を失いました。それが遠くの方で「エヴァに帰る者はおらんか、船入りに帰る者はおらんか」っていう声が遠くの方でしたので、だんだんそれが近づいてきて、耳元の方で「エヴァ船入りに帰る者はおらんか」ってそれで気がつきました。それでその叫んでるおじさんを見た時に、私の知ってるエヴァのおじさんでした。ああおじさんってエヴァに連れて帰っていたら「おあんた誰かいの?」って「おじさん私恵美子」って言ったら「うん?」って私と気がつかなくって、で船が救助の船だったんです。だからエヴァ船入りに帰る人を乗せて、吉島から刑務所のところからエヴァまで、エヴァ船入りに渡してくれる救助の船が出てたんです。母と弟たち家族に会うことができたら、近所の防空壕に避難してて、そこの防空壕に行きました。そりゃもう嬉しくって嬉しくって、もう本当に会えてよかった。夜が来てもお昼のように明るくって、で外はリヤカーの音とか、人ね、怪我人とか亡くなった方とか、リヤカーとか第八車の音とか、から戸板で人を運んでくる音とか、小走りで小走りの人とか、おらんでるお母さんとか、いろんな方たちが右往左往して、本当に怖い怖い泣いてる人とか叫んでる人が行き来してた。怖い怖いで、何がどうなってるのかとにかく考えられないような
6日の夜だったです。いろいろとありましたといううちに一番怖かったのは結核ですよね。結核を言っても私はね本当に自分が肺結核だと思ってませんでした。たくさんのゴミをね被爆した時にもう空気はいらんと思っても吐き出せないからどうかなったんじゃないかと思って、それに栄養失調とかいろんなもので結核というね病気になったんじゃないかなと。兄弟がみんな脳腫瘍、甲状腺もう全部、私自身も脳腫瘍もこれも10年20年じゃなくて30年もそれ以上のものでしょうって。私も甲状腺がん正式に乳頭がんだそうです。被爆に関して病気はって言われたら血小板減少症も虚血性湿疹肝も被爆者の病気、原爆白内障も両目が40だから被爆後20何年かね、鳥目のようにもう目が夕方になったら目が見えなくなるんですよ。でおかしい、それが原爆白内障だったんですよ。で失明すると言われたんですよ。でその後手術をしました。もう光がダメなんですよ。でいつもこのサングラスを当ててるんです。私は本当に語るために被爆証言をするために今生かされてるんだな。辛くってもやっぱり語る以外にないって、これが私の使命じゃないかなって。そして世界の指導者よ、広島に来てこの原爆のこの原爆ドームももちろん、でも資料館に来て被爆の状態を見てほしい。